皆さんこんにちは、ガジログです。2年ぶりの新登場となりますフィットビットのチャージ6がいよいよ登場しました。いつもならば後半にしばらく使った上でのファーストインプレッションという形でお伝えしていますけども、今回は速報になりまして LINE の通知がどんな感じで来るのか、またバッテリー持ちが実際どんな感じなのか、そして歩数計の精度もどんな感じなのか含めまして、また後々ファーストインプレッション出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。というわけで早速本日も行ってみましょう。ということでね、先日出しました Fitbit Charge 6のスペック解説動画、細かいスペックに関しましてはこちらの動画をぜひ後ほどご覧いただければと思います。ちなみに今回購入しましたのはブラックケースオブシディアンバンドとなっていますね。今回このね、真っ黒のタイプを購入しました。ではこれから開封し中身の確認をしていきたいと思います。というわけでこちらがパッケージ内容となっています。まず本体そのものになりますけど、持った印象結構軽いなという感じになっています。こちらが専用の充電器になっていますね。USB-A タイプと、そして専用の金属のピンによって接触タイプとなっています。そしてこちらが純正の少し長いタイプのバンドが予備でついています。すごくね、ありがたいですよね。そしてこういったね、ウェルカムカードと安全保障規制に関するガイドとしてこういった書類も入っています。使い方に関するね、マニュアルなどはありませんので、このあたりはアプリで確認ということになると思います。ちなみに全てのこういったパッケージ類、紙になっています。束ねているこういったテープもそうなんですが、全部ね、紙素材になっているというのもね、こう昨今のアメリカ企業の SDGs とかエコに関する考え方っていうのがね、もろに反映されてますね。サイドボタンを押してしまいましたので電源が入ってしまいましたけども、というわけでね、こちらが本体になります。めちゃめちゃヌルヌルと動いていますね。かっこいいですね。本体とバンドもそうですけどね、ブラックボディとなっています。そして正面から見ると結構大きな画面かなと思うんですけども、斜めにしてこのように見てみますと、実際のディスプレイ部分っていうのは結構小さいっていうのがわかりますね。そして正面に対しまして右サイドには全く何もボタン類はありませんが、その反対側にはこのようにサイドボタンが今回ね、搭載されています。非常に小さなボタンでして、指触りとしましてはね、ついてるなっていうのはわかりますけど、全然このように出っ張っているってことはありませんので、何か引っかかることもないっていう感じになっています。極めて小さなサイドボタンとなっています。そしてバンドを見ていきたいと思いますが、このね、形状非常にいいですね。いわゆるこうシリコンバンドのこの内側に差し込むタイプっていうのは装着がめちゃめちゃ楽でいいなと思います。そしてこの素材なんですけども、ちょっとね、思いのほか硬めのバンドになっていまして、触り心地としましてはサラサラとしたそういった素材になっています。そして内側のこのセンサー部分になりますが、このような形状となっていまして、コンパクトながらに詰め込んでるなという印象です。そしてバッテリー充電用の金属端子がついていますね。そして私もそうなんですが、バンド交換したい場合になりますけども、ここの部分を見ていただきますと、着脱しやすいように部品がついています。これ実はですね、ここのボッチの部分を指のね、この上方向に上げてあげますと外れます。じゃあちょっとやってみたいと思いますね。親指で今上方向を持ってきまして、このようにね、外すことができます。形状としましてはね、こんな感じになっています。見ていただくと分かりますが、こういう風な向きで外れるということになります。反対側をね、ちょっと外してみたいと思います。はい。簡単に外れましたね。これはいいですね。ものによっては全然硬くて取れないっていうこともあるんですけど、パチッと外すことができました。では、この本体そのもののね、サイズを測ってみたいと思います。まず、縦の長さが 36.5 というかね、37mm 弱という感じになっています。そしてサイドボタンを避けていますけども、横幅がですね、23mm ほどとなっています。そして一番厚い部分で測っていますけど、厚みは 11mm ほどとなっていますね。ということで非常にコンパクトなサイズとなっています。では、重さを測ってみたいと思いますが、スペック値となりますけど、36.74g なんですけども、実際に測ってみたいと思います。多分そこまでないんじゃないかなという感じですね。やはりね、全然少ないですね。短めのバンドの方で測った場合ですね、トータルで 28.5g となりました。そして長めの方と交換してみたいと思いますが、30.5g ですので、全然ね、スペック値と違いますね。スペック値は何なんでしょうか。そしてバンドを外した場合、本体のみですね、14.7g と非常に軽量となっています。では、バンドをもう一度装着し直しまして、これからペアリングをやっていきたいと思います。
ということで、今、ペアリングを始めようとしましたら、Fitbit のサーバーがエラーで、ペアリングが一向にできなかったんですね。旧 Twitter の X ですね、Fitbit のサポートがツイートしていまして、一部のお客様が Fitbit アプリで問題を経験していることを認識しており、現在調査中です。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、今しばらくお待ちくださいという、そうしたツイートがありました。ということで、どうもね、サーバーエラーということでね、多くの方が Fitbit のサーバーにアクセスできませんので、すでにお持ちの方もそうですし、これからペアリングしたいという方も含めまして、全く今ね、10月12日木曜日の朝9時50分現在になりますが、このようなツイートも発表されています。朝9時1分にツイートされていますので、もうね、そろそろ1時間ほどになるっていう感じなんですけども、手元に届いてるって方多くて、ペアリングする方も多いと思いますけど、この辺はね、ちょっと待つしかないですね。ではね、ちょっとできることになりますけど、装着具合を確認してみたいと思います。まず通し方になりますけど、1つ目のループのところにこのように通しまして、腕の太さに合わせまして、この部分ですね、ボッチに差し込みます。そして反対側の剣先をですね、このように内側にまた入れ込むという形になりますね。ちょっとね、手間はかかりますけど、もうほぼほぼ外れるっていう心配はないですね。実際に今装着してみましたけども、すごいいいですね。めちゃめちゃフィット感があります。私ね、この手首の周り15センチほどになるんですけども、いかがでしょうか。はい、こんなイメージですね。6つ目に差し込んでいるんですけども、手首周り15センチでだいたいこのような装着具合になりますけど、いいですね。サラサラとしたこのシリコンバンドになっていますので、めちゃめちゃ肌触りがいいですね。実際にこれから早くペアリングしてね、使い始めたいんですけども、今回ね、ちょっといち早く動画出すという関係で、ペアリングできずということになりますが、この後ね、しっかりペアリングして、ファーストインプレッションの動画出しますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。